人間を襲って食べて成長するゲーム、恐怖の色、開発進捗動画第13回です。さて今回は、おい。前回から4ヶ月近く経ってるんだな。もう少し派手な進捗が出てから動画化しようと後回しにしてたら、進捗溜まりすぎてどんどん動画作るのが面倒に。すいません。英気を取り直して、今回紹介するのはマップ周りの進捗と、ボス戦ですね。まずはマップの話を。建物っぽいけど、どういう設定？警察署の予定。流れとしては、食事するたびになんか武器持った集団が襲ってきてうざいので、大元の警察署を叩く、という感じです。侵略者目線だと、警察はそうなるのね。と言ってもまだ仮メッシュなので、ビジュアル面で紹介できるものがないので、新たに作ったギミックの紹介です。1個目のギミックはエレベーター。まあ、エレベーターとしての通常の機能は、以前購入したアセットにすでにあるので、これをいくらか改造してやれば乗れます。ショゴスちゃん、文明の利器使えるのか。ここに来るまでに、それなりに人間を食べて知識を吸収してるので、ある程度の社会常識はあるよ。ちょっと人間食べちゃうだけで、そのちょっとが問題なんだよな。で、ただ乗れるだけではなくて、よじ登れます。キモい。電源を落とされて、普通には上に行けない場合に使うイメージ。ちなみに、触手の動きは、アニメーションを再生して、という通常のやり方だと、障害物に位置合わせしたりが難しいので、プロシージャルリグなるものを使ってます。初めて聞く言葉ね。以前使ったコントロールリグで作るものなんやけど、ざっくり言うと、事前に決めたルールで、ボーンを動かす仕組みです。今回で言うと、おおむね、体の中心からトレースしてヒットした障害物に、触手の先端を合わせる。体が動いたら、進行方向にずらしたトレースをし直して、触手を順番に動かす。という処理をしてる。参考にした動画を概要欄に貼っておくので、気になった方は見てみてください。うねうね感を出してるのは独自に組んだ処理やけど、結構いい感じになった。で、エレベーターの縦穴に侵入すると、さっきのリグを触手に呼び出す処理が走る、という感じです。ちなみに、エレベーターを呼ぶ処理と、侵入処理の切り替えにめちゃくちゃ苦労しました。その辺は紹介しないの？これだけで動画1本終わりそうなので割愛。他に作ったのは、射出装置とウォールラン用の壁。これも、普通には渡れない場所へ行くために使う。ウォールランという言葉からは想像できないキモさね。クリーチャー主人公という以上、一挙手一投足にグッとくるビジュアルが欲しいと思っている。まあ処理的には、壁とセットにしているスプライへの接線方向にキャラを加速させているだけですね。いつでも使えるタイプのウォールランではなく、特定箇所にたどり着くためのものなので、移動方向は割と補正が強いです。で、最後にボス戦。スワットの装甲車と戦います。ボス戦とかネタバレもいいとこだけど出しちゃっていいの？このボスは PV にも映すつもりなので問題ないはず。まあどっちにしろ、まだ改変する予定なので、アセットの装甲車をあれこれ改装して使ってます。これを、こうして、こうして、こうじゃ。もはや解説する気がない。尺が足りん。基本的には、ケイオスビークルという機能で動いてます。これは、物理シミュレーションを利用して、現実に近い動きをつけてくれる優れもの。その代わり、いきなりトップスピードで走り出す、といった極端な動きはさせにくいので、一時的に物理シミを切って、強制的に移動量を与えて、といった処理と組み合わせてます。ちなみに、強制移動中は、当然壁にめり込むので、物理を戻すとこうなる。このための対策を3つ4つ作る羽目になったので、ケイオスビークル使うのと、全部アニメーション用意してキャラクタークラスとして作るのと、どっちが楽だったのかは結構怪しい。今までの話は何だったのか。まあ、ボス戦の特殊な動きを想定しないのであれば、ケイオスビークルの方が楽だとは思うよ。今回はこんなところで終わりです。お疲れ様。だいぶ駆け足だったわね。これでも、紹介すらしてない作業が他にも色々あるんよな。話は変わって今後の投稿頻度なんですが、普
不定期でやっていきます。これは月1投稿の取り決めがとっくに崩壊してるのと、恐怖の色開発と並行して短期開発で1本リリースしたいものがある関係で、作業量がちょっとまちまちになるからですね。ちなみにサブ開発を始めたのはここ1月の話なので、進捗動画が4ヶ月も空いたのは単に投稿をサボってただけです。堂々ということか。まあぼちぼち投稿していくので、よかったらまた見てやってください。ではでは、最後までご視聴ありがとうございました。